松浦さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんですか。今日はですね、台風の後の店舗の模様替えしたところを紹介したいと思います。はい。台風大変でした。はい。まあそれは後でちょっと説明したいと思いますんで、やっとですね、片付けは大体8割方終わったのかなと思っております。全部直してやっと全部8割方出したというところですね。で、響きがですね本領を発揮してきれいに咲き始めたんですよ。それがですねもう今から咲いてから2、3ヶ月咲くんで、ぜひ皆さんにお知らせしたいなと思っております。はい、あと何種類かありますので、その辺もですね紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、響きこの前から何回か紹介したんですけど、何か買っていただいてどうもありがとうございます。この前響き紹介したこれが18っていうやつなんですけど、苔玉のですね、もうある程度いい感じになってきました。だいぶ咲きましたね。はい、これ咲いてからが長いんですよ。これから2、3ヶ月楽しめるんで、はい、ぜひおすすめしたい一品ですね。デンドロビウム響き、はい、花が長く咲く原種同士を掛け合わせて作ったと言われています。はい、なかなか出回っていないんですけど、はい、やっと今徐々に増やしているというところですね。はい、デンドロビウムピンクでもうすごく可愛いわっていう方が可愛いという方が結構多くて、昨日もですね1時間半かけてこれを買いに来た方がおられます。2人でですね、はい、1時間半かかったねと言われてましたけど、ありがとうございます。もう欲しかったんですということで買っていただきました。どうもありがとうございました。はい、本当に長く楽しめて、夏のこの暑さにも耐えてですね、綺麗に咲く花ですので、ぜひ楽しんでください。はい、はい、水が大好きなんですから、ほとんど毎日バケツ蛇分にした方がですね、綺麗に長く咲いてくれます。で、苔玉の場合はですね、乾きが早いんですよ。ですからもう持ったら大体重さで大体分かってくるんですけど、乾いたら水をあげてください。こんな感じでもりもり咲いてくるんで、はい、これをですねバケツにジャブンとつけるんですよね。で、苔玉、とりあえず苔玉のところだけでいいんで、これで水が滴るんですけど、これ水を切ってからまたかけてやるといいですね。ただ結構苔が今きれいに仕上がってきてですね、このモスグリーン、全体がもう一応見れるという形ですよね。プラスチック鉢じゃなくて、こういった感じで自然に苔に巻いて、作ることもできるんで、はい、いい感じに仕上がって、この前軽トライスでもですね、これがもうほとんど完売っていう形になりましたんで、はい、前からするとだいぶ咲きましたね。咲いて、花が進みましたね。苔もきれいに整ってきたんですよね。はい、これからが長いんで、はい、ぜひ楽しんでください。はい、これもこの前紹介した響きの19、この前よりちょっと咲いたような気がするんですよね。はい、これが19ですね。これもバケツ蛇分で、はい、こういう形で水を切って、はい、うち何百もあるんで、結構ホースでジャバジャバ水やってます。はい、そんなやっていいのって言われて、それでやって結構平気で乾いてくれて、シミも出ずに咲いてくれてますんで、はい、丈夫です。夏の花です。これもいい感じです。地べたに置くんじゃなくて、こういう感じで空間を飾るというのも一つのアイデアかなと思うんですよね。はい、これもいい感じですね。これが響きの本領っていう形でしょうかね。これから長いです。今咲いたばっかりだから平気で2、3ヶ月は咲いています。こういうのがいっぱいあります。はい、でこれもですね外の展示場にも出してちょっとアピールしたいなというところで考えています。はい、響きですね。夏の花、もう本当にはもう9月、今日1日なんですけど、はい、9月10月平気で11月ぐらいまで咲いてくれました。で とりあえず9月10月がいい季節になるんで、水さえやってもらえば綺麗な状態で長く楽しめます。はい、そういうところですね。はい、響き、ここ辺が響き、もうずっと響きですね。はい、今たくさん増やしています。はい、こういう感じですね。こういう感じで一応も
全部撤去したんですけど、台風でですね、昨日、一昨日で、昨日で大体こう片付けが大体ディスプレイが大体終わったという感じ。でもですね、逆に考えれば、この前、台風前のちょっとディスプレイよりちょっとレベルアップしたディスプレイをちょっとしたんで、まあ雨降って地固まるじゃなくて、まあそんな感じで前向きに考えます。はい、新しいディスプレイができたからいいかなと思ったりして、単純ですよね。はい、そういう感じでこうちょっとこう金具も入れてですね、網も入れてそれに飾られるようにちょっとしました。はい、これもですね、台風が来なかったらこういうことしてませんね。はい、まあこう立体的にこう飾ることができるんでいいのかなと思ってます。まあ私のこうメインであるガーデンデンドロビウムの板付け、こういうのも PR したいんでちょうどいいのかなと思うんですね。でこれにたくさんかけられるんで、はい、で空間をちょうどうまく利用できるかなと思っています。はい、ですね、ちょっと紹介したいのがあるんですけど、はい、これがですね、ジャン・オリンシュテンレッド&ファイト、はい、もうほとんど完売です。完売です。でもうあとはですね、こういう感じでもう今の状態で去年のやつをもう越したんで、2、4、6、80センチは超えるんですね。もうこのまま9月まで成長したら1メートルは超えるかなと思うんですよね。すごく楽しみです。はい。でもこれはもうほとんど完売という状態です。はい。でこれはですね、ちょっと来年に向けて苗を作っていきたいと思っておりますので、はい。2年後3年後にやっとまたできるかなという感じですね。はい。ジャン・オリンステンレッド&ホワイト、こういうふうに化けてきましたんで。でもこれだけ作るのにやっぱり2年ぐらいかかってる、1、2年はかかってると思うんですよね。はい、だからこれが2年生としたら2年、3年、4年目ぐらいになるという感じだと思います。はい、こういう感じで、まあ、ちょっと年数はかかるんですけど、まあ、こういった面白い、ランができるのかなと思います。はいはい、非売品ですね。これ非売品です。すみません。もうあと5、6鉢しか残ってないんで、あとはこれで苗作りしていきたいと思います。はい、持続可能な感じで残さないとですね、もう苗を欲しいと頼んだんですけど、ね、ありませんよということです。はい、で苗作るのに2、3年かかるんで、はい、もうあとは自分で作るしかないかなと思ってるんですよね。これだけですね。はい、まあこれだけっていう形ですね。すみません。はい。まだ花の映像だけはですね、送れると思いますので、綺麗になった映像はちょっと送りたいと思います。はい、よろしくお願いします。一人で片付けたんですか？台風の時。うちの姉がですね手伝ってくれて、はい、姉と2人で全部直しました。はい、もう本当大変でしたね。何鉢あるのかわからないけど、とりあえずシャッター、広い倉庫があるんで、その中に入れてシャッターを閉めたという形ですね。はい、それと事務所の中も満杯です。私の寝るとこありませんでした。寝床も畳んでその間に置いたという形で、はい、もう満タンでしたね。はい、でも今度本当70メートルぐらい吹くという感じだったんで、もう吹いたら全部飛ばされるなと思ってほとんど直したんですよね。はい、大変でした。で家にもハウスがあるんですよ。そこも寒冷車をもう3棟ぐらいあるんですけど、寒冷車全部剥いで、はい、台風当日ですね、土砂降りの中電気つけて朝3時ぐらいでしたかね、家の片付けが終わったの。はい、もうずぶ濡れでしたね。でももうどうしようもないんで、寒冷車剥いで上に散ってる植物を全部ユリのコンテナに入れて下に下ろしたっていう、はい、もう吹かれてもうバタバタ叩かれたらどうしようもないなと思って、ユリの黒いコンテナに入れて、下に地べたに下ろしたって、はい、もうすごい仕事は大変でしたけど、なんとか思ったより吹かなくてですね、良かったなと思います。はい、被害はなかった？なかったですね。全部倉庫の中に入れてシャッターを閉めようと思ったんです。シャッターを閉めようで前日までシャッターちゃんと動いてたんですよね。それが当日台風があと何時間で来るという時にシャッターが降りなくて、はい、もうびっくりしてシャッター会社に電話したら東京でしたですね。でこっちでいつ修理に来るか分からないということで焦りましたね。1時間ぐらいそれでごたごたしてたんですけど、でちょっとセンサーとかをちゃんときれいにして、電気の入れ替えスイッチオンオフを繰り返してっていう形にしたらつく場合がありますよっていう形だったんですけど、それでなんとかいじくっていたら動き始めてですね、なんとかなったっていう、それが大きいハプニングでしたね。
はい、まあ、あんま閉まらなかったら、もし70メートル来たら、もう中にせっかく中に入れたものが、はい、ぐちゃぐちゃになるかなと思ってたんですけど、まあ、そこはなんとかなりました。はい、焦りました。はい、あんまり吹かずに、思ったより吹かずに、なんとか過ごすことができました。宮崎市内では竜巻にあってですね、私の友達になんかアパートがもうボコボコになったという。で、車なんかも窓ガラスがバリバリ割れて、もう大変だったということです。もう私の同僚はですね、ちょっと実家に車を直してそれはセーフだったということなんですけど、まあ、被害が多いところがいっぱいあったですね、あって、まあ、うちはまあその中では助かった方かなと思っています。まあ、作業量は多かったんですけど、まあ、もうディスプレイも新しくできたし、まあ、いい方に考えればですね、まあ、これぐらいで済んだかなと思っております。はい、でまた本当に新しくこうディスプレイも変えてきれいにこう店をなったんで、まあ、掃除もできたんで、だいたい落ちてる葉っぱが吹き飛んだんで掃除ができたかなと思っております。で片付けはですね、1回に直して片付けは、いつも手伝っていただける海さん夫婦が来ていただいて、はい、それと姉さんで4人で、はい、1日でまあ大体7、8方直すことができました。はい、海さんどうもありがとうございます。はい、いつも手伝っていただいてですね、まあ、そういうことでなんとか台風は無事こう過ごせたかなと思っています。はい、もう本当に今日は1日になったんで、もう来ないでっていう感じですけど、分からないですね。まだ分からないですよね。はい、もう来ないことを願っております。もうこの作業はもうちょっと大変でしたね。はい、外の天井の寒冷車なんかも全部こう畳んでですね、はい、まあなんとかなりました。はい、良かったと思います。はい、台風、もう来ないでっていう感じ。はい、ご苦労様です。の報告でした。今回はですね、夏場に販売したいと思ってこうビカクシダを結構入れております。はい、でこの環境がですね、中の場合にはビカクシダが一番いいのかなと思ってるんですよね。デンドロビウムも中によってはちょっと暗くて、ちょっと成長期に光が足らないのかなと思って、まあ、今ビカクシダが流行っておりますので、ビカクシダをちょっと導入してですね、これをちょっと1、2年作り込んで、綺麗な商品化したいなと思っているところですね。これがアルキコルネっていって、まあ、基本的にうちは難しいの入れてません。育てやすいのを3種類ぐらい入れて、今こう板付けとか苔玉とかにして、育てているところですね。はい、これがベイチーとか言って、まあ、ある程度作りやすいやつですね。こんなやつをいっぱい作っています。棒切れにこう入れてですね、まあ、こういうのも一つ面白いのかなと、出来上がったらですね。まあ、これ巻いたばっかりですんで、今からこう成長して貯水葉とかが巻いてくればきれいになるのかなと思ってるんですよね。で結構こういうふうに並べていたら通りがかる人が買っていくというのが結構多くてですね、これまあ大阪の方がですね、ちょっと盆に帰ってこられて、息子が好きなんだよってこの3発ぐらいですね、ちょうど来る前に詰めたんで、はい、ポッと買っていかれました。あとちょっと延岡若い方とかが来て今流行ってますということで買っていかれましたね。これはですね海岸、まあ、ちょっと海で見つけてきたんですけど、はい、こんな感じですね。まあ、これで貯水葉が巻いてきて膜になってきたら面白いかなと思うんですね。でこれが片木なんで、腐ることもないしですね。昨日ちょっとYouTube 見てたらこれを増やすのは胞子巻きって胞子でこう増やすみたいですね。でも作るのにまあ2年も3年もかかってるみたいなんで、はい、もう私はこう苗を導入してこれからちょっと付加価値つけていこうかなと思っているところですね。まあ、1、2年でこう仕上げたいなというところで考えています。まあ、こういうのもたくさん作っていますんで、ビカクシダ、はい、3種類ですね、ネザーランドとベイチーとアルキコルネっていう3種類を今基本的に作っています。これがですね貯水葉といってこう葉っぱみたいなのが伸びるんですね。でこれが上に上がってきて、はい、クラウンという形になってくるんで、まあ、こういうのも一つ、まあ、普通皆さん板付けにされてます。でも私はちょっと苔玉作りにして、まあ、こういう感じでこう飾れるようにしたいなと思っているところですね。アルキコルネ、ネザーランドよりこの格子用の切れ込みがちょっと多いんですよね。はい、まあ、ここまでするのにでも3年ぐらいかかってると思うんですよね。はい、これがネザーランドという種類ですね。はい、ネザーランド、まあ、切れ込みがちょっと少ないんですよね。
はい、でこっちが切れ込みが強くて、はい、でも貯水葉も巻いてきて1年後にはきれいになるかなと思っております。皆さんもぜひ観葉植物で今流行ってるんで試してみてください。はい、こういうのも、はい、何百鉢か置いております。こちらがですねキャンディーのコーナーなんですよ。ちょっと作り込んだやつ、はい、これは普通はですね皆さん縦にでこういう感じで育てられているのが普通なんですよね。でも私は逆向けにして作ってみたんです。でこれで、つけてから1年ぐらいですかね。だからこれが普通の重力に従ってこう上に伸びてきているという状態なんですね。この成長過程を見るというのが一つ面白いかなと思うんですよね。こういった感じで自然な感じに仕上がっていく作品を今作っているところですね。で根もこうちょっと回ってきてですね、はい、面白い感じになってきているところです。だいたい止め場がもう来ているんで、これが、9月ぐらい、今10月中旬ぐらいまで太ってくるんで、バルブがですね、そういうのも見れるかなと思っています。いやもう黄色ですごく綺麗なやつですね。こんなのを今作っています。ビカクシダをちょっと紹介したんですけど、そんな感じ、ビカクシダの芸術的な動きとかそういったのもですね、こういう感じで一つ同じような感じで楽しめるかなと思うんですよね。もうこれで支柱はしませんので、このまま咲いてくださいよという感じですね。あと成長してバルブが大きくなって、あとは来年の4月5月に咲くという形です。うちはあんまり加温しないんで、大体咲く時期は4月5月ですね。はい、あんまり水やらないとバルブがしわ寄りますね。9月までは本当にもう毎日水やっていいぐらいです。こういう日が出る場合はですね。で10月からは乾いてからあげるパターンになります。はい、だから11月はもう本当に乾かし気味に育てて、11月12月の寒さに合わせるっていうのが大事になってくると思いますので、はい、皆さんもですね上向きだけじゃなくてこういった逆さに向けて育てる方法もあるということを一つ見てもらうといいかなと思います。はい、イエローソングキャンディーですね。最初クリーム色で咲いて、黄色く山吹色に染まっていくというやつですね。黄色くなっていくというやつです。イエローソングキャンディー、特に今年はですね、このイエローソングキャンディーに力を入れております。こういう感じで苔玉作りで作っております苗をですね、こういう感じのやつですね。はい、こういう感じのやつで、来年はこの大きい見本にこういった苗作り、花がついたやつで紹介したいなと思っているところですね。これは来年はですね上向きでちょっと作ろうかなと思っています。はい、でそれが成長を見て下向きにするのか上向きのままするのかをちょっと調整したいなと思います。イエローソングキャンディーでした。これがプリズムですね。プリズム板付け、これもちょっと紹介したいと思うんですけど、板付けのプリズム、はい、去年小さい株だったんですよ。それを板付けしてたらある程度できてですね、こういうふうに大きくなってきました。今年は1本しか咲かなかったんですけど、来年は結構いろんなたくさん咲きそうですね。こういったやつで、これに高芽が出たやつを植えたのがこっちの苗です。はい、べらぼんに植えて今こういう状態です。これからこういうふうになるのに大体3年ぐらいかかるのかなと思っています。はい、こういう形でできた高芽を植えたやつ、こういうのを今何十鉢か作っています。でこれが一つですね、本当に小さい苗を植えていたんですよ。だからこういう形になるんで、はい、これはこれで花がついて、こういう感じの製品でもいいのかなと思っているところですね。苔玉じゃなくてこのまま飾れるというやつ、いろんな試しを今ちょっとしてるんで、はい、と SDGs 持続可能な生産体制を取ろうと思って親木から苗を取ってそれを大きくして、製品したいというところで今苗作りも頑張っています。はい、これがプリズムですね。これがですね、多分映像で前紹介したんですよね。で販売もかけたんですけど、それがですねむちゃ咲いたんですけど、今年ですねまた来年の枝がバリバリ出てきました。はい、来年もすごく楽しみですね。今からこのバルブがどんどん伸びていって、成長していくのも見れるし、これはある程度の株をですね5個つけたやつですね。本当にこういったやつはオンリーワンの世界で一つだけのプリズムですんで、今年はですねちょっと点芽がちょっと咲いたやつもありますね。こんな綺麗な花が咲きます。こちらがマダムロイヤルの高芽が出たんで、
マダムロイヤルのタカメを今育成中ですね。はい、こんなもんから始まるんですよね。はい、でもタカメがしっかりできたんで、これの大体まあやり方も大体こう今試験中で、できてきているんで、はい、いいのかなと思っています。高めを植えるのは結構簡単です。高めからこう育てていくんですね。これがですね、アダストラビッグリップのバルブ挿しをしたやつの苗です。一応今年ですね、もうアダストラビッグリップ苗が手に入らないということなんでもう自分で作るしかないと思ってですね、高めが出たやつは高めが出たやつでこうちょっと今作ってるんですけど、もうちょっと苗の数が欲しかったんでバルブ挿しをやってみようということで、8月7日にバルブ挿しをしたやつですね。にょこにょこ芽が出てきてくれてですね、はい、でバルブ挿ししたやつはですね、花が咲いたのはじゃなくて花が咲かなかった部分をバルブ挿しにしてみました。ただこういうふうに出てきたんで、こういう形でもバルブ挿しでも増やすことができると思います。まあ、これからですね、今販売所で紹介しているの製品はですね、やっぱ3年ぐらいかかると思うんですよね。これから3年、アダストラビッグリップのバルブ挿しの苗、高めじゃなくてバルブ挿しですね。はい、そういうところで次から次ちょっと準備はしています。これがヘルコグロッサム、中国雲南省原産のデンドロビウムの原種ですね。ヘルコグロッサムの高めで苗を作っているというところです。はい、まあ、こういうのから始まるんで、やっぱり2年3年かけて、製品を作らないといけないっていうところですね。はい、そういうところです。こんなのもやってますね。これがですね、ファイヤーバードの高めを取ったやつです。ファイヤーバード。これも特許が切れているんで、まあ、増殖販売ができるということで今取り組んでいます。ファイヤーバード。はい。製品をたくさん入れたんですけど、まあ、その中からですね、花が咲き終わったやつに高めが出たやつをちょっと取ったやつっていうやつです。こんな感じ。これがファイヤーバード。まあ、こういうことをやってないと次がないんで、はい。まあ、次の準備はちょっとちゃんとしてるっていうところですね。これがですね、ロディゲシの高めを3つぐらい一緒に植えてやつですね。これも苗作り。皆さんロディゲシ結構高めがたくさんできるんで簡単にできると思います。でももう私はですね、ベラボンに何も混ぜに直接植えてますんで、それで十分苗作りでできます。ベラボンですね。これがですね、ロディゲシ、まあ、ちょっと伸びてるけどロディゲシなんですよ。ちょっとやっぱりリップが黄色なんですよね。でもちょっと伸びる性質があるんで、ちょっと別な品種になるのかもしれないんで、今ちょっと増やそうかなと思っているところです。はい。これも高めを取って、植えたやつですけど、まあ本当に臨機応変に、まあ、1株でボリュームが足りなかったら2つを1つにするという方もあるんで、まあ、そういう感じでこういろいろ考えながらやっていきたいなと思っています。はい、これも苔玉作りでもいいし、流木板付け作りでもいいのかなと思っています。これがピエラルディの去年の高めをつけたやつが今年伸びたっていうやつですね。はい、こんな感じです。これがですね、一昨年の高めを取って作ったやつがこれです。はい、こんな感じがこんな感じになっていくというような形です。でもこれはですね、直接苔玉を作ってそれに高めを3、4本つけて作ったっていうやつですね。でほったらかし取ったら大きなほったらかしって分かります。ほったらかしというか、そのハウスでこう水やりカニと肥料やりだけしてたらこういう感じになるという形ですね。はい、1年目のバルブ、2年目のバルブ、3年目のバルブになると思います。こういう感じで成長していきますんで、はい、でもこれまあ2年ぐらい植え替え全然してないんで、まあでもこういう感じになってきます。はい、はい、これがですね、2年目の苗をステンの網につけたやつですね。こんな感じになります。まあ、これはこれで面白いかなと思うんですよね。で今はこれぐらい伸びてるからですね、バルブが何本ですか、1、2、3、4、5、6、7本ぐらい出てます。はい、まあ、こういう感じでも楽しめるという感じです。で上には裏には根っこも出てきてるし、ちょっと遊びでこうチランジアもちょっとつけてみたんですけどね。今ですね、中途半端です。こう重力に逆らって上に行こうとしてるけど、重みで下に垂れてきますからね。まあ、最終的にはこういう形に垂れ下がってきますからね。今はちょっとこういうふうに暴れてるけど、これと同じ苗がこれです。
おはい、同じ苗をこれはポット植えして苔玉作りにしようかなと思ってたやつですね。はい、でこちらはポットから抜いて苔玉にして、ステンの皿につけたっていうやつですね。こういう形に苗さえ作っていればこういった遊びが結構できると思うんですよね。応用編がですね。大きくなったら流通が難しくなるんで一般の市場には並ばないと思うんですよね。ですから自分で工夫してこういう形を作ってやればですね、ご家庭で、十分こんなのができるんで楽しめるかなと思うんですね。高めも皆さんですね、1年かけたら綺麗なのができるんで、そういうのもやってほしいと思います。皆さんこの YouTube を見てですね、いろんな自分で研究してやってる方結構おられると思うんですけど、ぜひこれはですね面白い対象になると思うんで、はい、化けますんで、はい、工夫次第ではですね、オンリーワンの自分の対策ができるかなと思うんですよね。はい、そこへは頑張っていただければ、はい、十分面白みのある植物かなと思いますんで、ぜひ挑戦してみてください。こんなのもですね、クルカラ村さんで徐々に紹介していきたいと思いますので、そこへはクルカラ村さんの販売所もチェックしてみてください。はい、オンリーワンの商品です。はい、よろしくお願いします。